こんにちは、メイです。今回はパサパサ荒野の街にポケモンたちに絶対にバレない秘密基地を作ります。チャンネル登録、グッドボタンがまだの方はぜひお願いいたします。作るところは岩砕きを教えてもらった思い出の場所。ここに池を作り思い出を沈めていきます。マップだとこの辺りですね。まずは左の山を少し整えます。適当に2マスくらい削ります。元から生えてたものを一旦無に返します。そして赤レンガの入れ替え。天変地異でおかしくなっていた地形を平たい緑の大地にしていきます。エビワラーとの武者修行の場もまっさらに。周辺も少しだけ整備。パサパサしちゃっているところはうるうるに。砂利道を海側へ伸ばしていきます。綺麗になってきました。池の形を作っていきます。だいたい綺麗な丸になるように。輪郭を掘ってから中心を掘ります。ここから10マス掘り下げます。これだけ深ければまさか部屋があるなんて思いませんよね。と本人の希望も入っております。作業中は誰も来れなかったですね。大穴が開いてしまいました。上昇負荷がかかってきそうですね。芝生が2層になっているところは入れ替えておきます。正面から見て右側の一番下へ。ドア部分の穴開け後、部屋を掘っていきます。わかりにくそうだったので設計図を用意しました。人間味のある温かい画像ですね。白い部分が部屋、青い部分が窓部分です。グレーの1マスが入り口ですね。今は白い部分を掘っています。高さは最終的には9マスになります。数を数えられない事態が毎回恒例のように起こり、しばらく悩んだりしましたが全部カットされています。マウスモードを使ってみたりしました。足場から落ちないのが素晴らしいですね。間違えて掘ったりするので完璧にこなすには練習が必要そうです。次は左の青部分を掘っていきます。青部分の高さは部屋より高めの12マス。結構適当に掘っています。山の地下とはいえ高さが12マスもあると地上へこんにちは。光を取り入れます。コイルの能力で9箇所一気に消す仕様まだかなーなんて思いながらちまちま作業しています。こちらは左角部分ですね。次は上の青部分を掘っていきます。上の青部分の高さは11マスです。どちらも深さは3ですね。多少光を取り入れたいので右角を上へ掘っていきます。バレない程度に穴を開けて埋めます。これで部屋が大まかに掘れました。まだ縦穴式住居って感じですね。床を白い岩へ置き換えていきます。窓部分は海辺の砂に入れ替え、側面は浮島の砂岩に入れ替えていきます。海竜のぬいぐるみで行ける島でいろんな山の中腹をえぐり取ってきました。10ストックあれば足りるかなと思います。天井も浮島の砂岩に。一部天井が地上へ出てしまったので周りの色と合わせて隠していきます。そしてついでに道の修復です。家の土台ができたと思ったのですが高さが8マスだと気づいてしまったので9マスに直していきます。床の入れ替えた時間が無駄になりました。よく言えば紆余曲折。家の中心の床下に水車を忍ばせます。深さは4で水車が入るだけの面積です。メイン大工のヘラクロスさんと観客のフアンテさんです。その辺
な水を入れて飲み込んで、無線送電を入れておきます。そして床の入れ替え、皆様方の時間を奪わないためカットしておきました。玄関は縦3、横5で段差を作っていきます。真に土台が完成です。制作者でさえ現時点では全部同じに見えています。2階の土台を作っていきます。下から5マス目に白い岩を縦3、横は突き当たるまで。入り口側に向かって縦6、横は目いっぱいです。2階もできて、ちょっとどこかわかるようになってきました。池の側面が一部だけ変わっているので、芝生下を木島の砂岩に変えていきます。これでバレ難易度が上がりましたね。池の底は砂利に。色も揃っていい感じになってきました。池の底の飾り付けは、横木の下にチェーンランプ。入り口はモダンなドア。家に入って無線送電を仕込みます。波模様のプランターにワカメを添えて、あとは海の中をイメージしながら適当に飾り付けしていきます。草の置き方のコツとしては、同じものは斜めに置くようにしています。あとはなんとなく密集地帯を作ることですね。今回だと壁側です。真ん中は置きすぎないようにします。入り口の出来上がり。汚れた真珠が目玉焼きみたいだと思って見ています。内装を飾り付けていきます。ドーブル先生は仕事のために閉じ込められています。まずは大まかに全体を作ります。砂岩を3列で上まで伸ばします。1列上まで。こんな感じ。次はドア側の出っ張りを1列削除し、スリムな階段をギリギリのところから上へ。木の囲いを階段横と角へ。間にガラス板を入れます。ガラス窓にしないのは角がつながらないからですね。横木をガラス板の上へ。横木なら角もつながって気持ちがいいですね。角に立てた木の囲いを1階まで伸ばします。隙間仕切りを木の囲いの2マス後ろへ。2階も同様に。少し家らしくなってきましたね。正面の壁を本棚の壁にします。ミニ本棚を正面と裏向きにしながらランダムに並べてちょっと複雑そうにします。2階も同じようにランダムに並べます。表と裏でボコボコさせる感じですね。ミニ本棚は34個使いました。本棚をぼんやりと光らせるために壁の裏に光源を仕込んでいきます。ぼんやりと光りましたね。2階も同じようにランプを取り付けていきます。ランプは光が強いチェーンランプかツルのランプがおすすめです。オレンジ系の色に光るのでおしゃれ度が高いんですよね。ぼんやりと光っていい感じ。ここからさらに飾り付けます。置いたらいい感じになるかもしれない。そんな感じで選ばれた家具たちです。本棚の壁の完成。隙間を空けておくことで本棚の節約も兼ねています。ソファーなど置いていきます。ナチュラルな台を向かい合わせで置いて、ボックスソファーを周りに置きます。仮置きブロックを3つ並べて、壁付けテーブルを3つ。端のテーブルの片付け、四角いテーブルにしていきます。明かりを灯して、本などを置いていきます。ナチュラルな台の向かい合わせのテーブルが結構お気に入り。これでリビングの完成です。奥にキッチンダイニングを作っていきます。壁に凹凸をつけていきます。両脇に3列ずつ、真ん中2つは穴開け。斜めな木の床に入れ替え、上1列を足します。ここから飾り付けをしていきます。まずは無線送電の仕込み。オリエンタルな台を裏向きに、冷蔵庫裏は少しブロックを追加。桟橋を真ん中へ取り付けます。シンプルにしたいので飾り付けは少なめに。右角に木の隙間仕切りを2列。まずはキッチン側の壁の完成。まずは仮置きブロックをこの字に置きます。
壁付けテーブルでダイニングテーブル作りです。一周するようにつけていきます。端を回収しブロックの粉砕。浮いてるけど目の錯覚で地面にくっついてる気がしますね。石越し壁を4つ。キッチンを作っていきます。インダストリアルなチェアを3つ。製作所を作って住めるように。ワイヤーとチェーンランプで明るく。これでキッチンダイニングの完成。キッチンとダイニングテーブルが横並びタイプです。早速火遊びをするドーブル先生。後始末はしっかりするタイプです。次は2階の飾り付け。その前に無線送電の位置を少し変えていきます。さっきのところを掘り返して壁側に移動させます。2階まで電気が通らなかったんですよね。2階に電気を通していきます。こちらも壁の中に埋め込みます。端から4つ目のところに台を作っていきます。砂岩を6つです。ナチュラルなベッドを2つ。カウンターテーブルをベッドを囲むように置いていきます。ステージベッド風ですね。ちょっとフレームが高すぎますが、ベッドサイドに横木とつるのランプ、和モダンな感じも取り入れます。2階にもソファーとテーブル。ベッド側が完成したので次は奥ですね。1階に光が入るようにガラス張りにします。海外仕様で寝室横をバスルームにします。木の道を敷いて異素材ミックスに。そして忘れてはいけない湯船。壁の奥に緑を追加していきます。中庭のようなバスルームを目指しています。隅っこにランプと水草を垂らします。のっぷりしないように斜めにつけます。ガラス窓を取り付けていきます。ガラス張りでいい感じ。あえての見せつけていくバスルームの完成。素材の良さを見せつけていくシンプルスタイルです。これで2階の完成です。1階に戻って砂地部分を作っていきます。隙間仕切りを1マス手前に。角柱も追加します。見栄えのために利便性を捨てました。ここは水槽を作っていきます。今回の部屋が余白を意識しているので、あまり多くを飾り付けない。だけど減らしすぎない程度にします。販売が難しいのと、多い少ないは個人差があるので、投射費ですね。ガラス板も一部だけ開けて取り付けます。透過率が高いとの噂の黒にしました。浅瀬の水槽にします。ガラスを貼って水槽らしきものの完成。ちなみに全面水を張った失敗例。空気が入って治らなかったので諦め。治ったけど思っていたのと違うので没。いろいろあってこんな形になりました。気になるので置き換えます。下から見てもいい感じになりました。水槽の完成です。次はリビング前の砂地を中庭風にします。日が差すところまで飛んでいって、2段目からガラスの板をくっつけ方調整で下へ。これを反対側までくっつけていきます。一番端から水を入れていきます。水の天井ができました。ブクブクさせたいので海水です。滝を落としたいので一旦仮止め用ガラス。ガラスを一番奥のみ1列外します。壁に滝が沿うように落ちてきました。砂地を一段下げます。今回は家なのにやたらと地形が変わりますね。最初の頃に埋めた無線送電の移動タイム。地面を砂地に入れ替えておきます。壁は砂岩へ。滝を吸収する段差作り。一番低い水位で水を張ります。そして一部破壊。代わりに桟橋と木の縁をつけていきます。階段側は上までガラス張りに。ふらふらと酔っ払って落ちたら嫌ですからね。角柱をガラスの端につけていきます。一番端はやっぱり白い岩に。コンクリ階段を置きます。中庭部分を仕上げていきます。玄関側が少し山になるように木をもりっとさせます。ヤシの木は背が低いのでバランスを見ながら調整。玄関から見た時に緑があるとなんかおしゃれ感が出るので好きですね。滝を2段にするので先に穴開け。ガラス板を1列取ります。
岩などを置いて自然をアピール。狭い庭園を作るようなイメージで作っています。両側は背を高くし、真ん中は背を低くします。光を使っていい雰囲気にしていきます。この地の水と中庭の完成。座った時が結構いい感じ。部屋の中に滝は湿度がエグそうですね。ここの壁を沿っている感じがお気に入り。一応上からも入れますね。これで室内の完成。では肝心の家を隠していきます。淡水の方が透過率が低いので、その辺の池の水を入れていきます。中に入ると透明度は高いですね。ちなみに外からだとほぼ何も見えない。深くていい感じですね。周りと景色を合わせるために植林します。池を囲うように木を立てていって、根元を温めるかのように草を生やします。低木と花などは左右対称になるように人工の池っぽくしていきます。人類へのちょっとしたヒントです。自然界で左右対称に植物が生えているなんて基本的にはないですよね。その代わり草はランダムに植えていきます。ハスを使って浅い池アピール。気が向いたので崖を少し補修。ブロック浮きを置いてガラスを周辺に置きます。花を植えて池が浅いアピール。浅そうと思ったら最後見つけられませんね。丸く飾り付けていきます。池の奥に目線が行くようにトラップを仕掛けます。トラップといっても休憩したくなるベンチを置くだけ。目線が奥に抜けるようになりました。肝心の扉は見えていませんね。もし第一村人が池周辺を歩いていたとしても、池の奥のベンチや家に目線が行きますね。まさか池に飛び込もうとは思わないでしょうし、飛び込まない限りは大丈夫そうですね。最後は完成したルームツアーです。入るとすぐに目に飛び込むのは、本棚と上から流れ落ちる滝、右を向くとキッチンダイニング。その奥にはサニーゴンランプ。閉じ込められて不憫な気がします。お行儀悪く机を飛び越えて2階へ。寝室とバスルームですね。バスルームの床はスケルトン。おしゃれプラス最高目的で使用者のことは考えていません。絶対にバレない秘密基地作りはいかがだったでしょうか。意外とバレないかもと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。